ここから後半戦に入っていきます。一言で言いますと苦境。はい、苦境です。苦境。かなり辛かったです。こんだけ一生懸命頑張って戦ってるんだっていうのがもうひしひしと。9割苦労して1割ぐらい成功する。負けてもいいんですよ。全部の負けには意味があるから。まだ練習足りないの。弱ったね、あの時はね。はい、こんにちは、フォーザーズチャンネルです。こんにちは。はい、佐藤康弘と岡田真理選手をここにお招きして2024、2025シーズンを振り返っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はアクション。イエーイ。いや見事予選通過しました。はい、そしてフライシュベルグオーストリア大会5位で終わりました。この時の優勝はアナ・ガッサー選手、地元のヒーロー。その前の大会とその前々の大会が、うまくいってたわけじゃないですか。なんかその時にビッグエアってこういう風に持っていけば勝てるんだなってなんかちょっと確信してたっていうか、いつも通りこういう風に持ってってこういう気持ちでやっていけば絶対いけるわって思って。Aufgepasst, Mari Fukada! 楽しめば乗り越えられるっていう風に思ってた。あとそれが最後のビッグエアの大会だと思ってたからクリスタルグローブ狙いすぎた。クリスタルグローブかかってると思っちゃって自分のやつを決めるっていうよりもう1位になりたい欲が強すぎたのかなっていうのはある。そういうふうに思ってたんだ。親に言われて気づきました。なんて？勝ちに行くんじゃないみたいな。勝ちに行くもんじゃなくて、自分のやりたいこととしては、大事って言われて、まあそれもそうだなって思った。どっちも大事だと思うよ俺は。すげえ大事な勝負の時っていうのはやっぱり両方だと思う。親御さんがそういう風に言ったのも本当にそうだし、でもやっぱ勝ちにもうやっぱり行かなきゃいけないところでもあるし、自分の気持ちの作り方ミスとか、ちょっと甘かったのかなっていう風に今は振り返りますね。ずっと勝てることは絶対ないと思うんで、あの時に負けといてよかったかな。結構負けず嫌いですね。転んでもただじゃ転ばないぞと、はい、余裕をかまして負けたその次の大会。ここから後半戦に入っていきます。はい、一言で言いますと苦境。はい、苦境です。苦境。苦境です。かなり辛かったです。そうだよね。はい、向いてないかなって思ったりしちゃいました。そうだよね。このチャンネル見てくださってる、応援してくれてる皆様も、こんだけ一生懸命頑張って戦ってるんだっていうのがもうひしひしとだ。いつもそばにいる俺でも伝わるから、もうあれを多分見た人はもう本当お願い頑張ってって思う。一発の技勝負だから、もうトリックのレンジの高さで言ったらマリ選手がダントツなわけですよ。事前の本当に本番始まる前の公開練習も抜群にいいのを決めてるから、距離も出て絶対はないんだけど、ああ言ってでもこの長いキャリアの中でもこれはいけるぞっていうのがあったにもかかわらず、まさかの予選敗退っていう。We know she's got a backside 1440 triple. Does she go now? It is. Oh! ちょっと力んだかな。でも全然あれで焦んなくて全然いいからね。ここもうちょっかりでいいな。ガンガン踏んでっていいよ。しっかり踏んで思いっきりこうドーン。 I think the goal would be to qualify first in the final so you can watch what everyone else is doing. Really good point. 最後にカジマのクソ力見せたらさっきも立ってんだからな。考えが大丈夫。That back 14 again? You got to go back to the well, but Jack's great reporting. You have to go straight here. She's come up short every single time. As much speed as she could possibly muster. Oh my! What?
全然大丈夫、全然問題ない。今確認してたけど全く問題ない。スピードがちょっと出んかったよな。ちゃんとやることはやってたもん。でこれ全然大丈夫。これ次に繋がってるからマジで成長したら大きいんよ。大丈夫大丈夫。まだ練習足りないの。まだ練習足りないんだよ。こういうもんなんだよ。練習まだまだ足りないんだよこれ。もう泣きながらまだ練習が足りないの、あの一言になんかこう集約されてるように、とにかくめちゃくちゃ練習してきてるわけですよ。そんな中でまだ結果が出ないのっていうのはね、自分の責任でもあるなってまずは思うから、こんなに頑張ってる子がこういうことを言わなきゃいけないんだろうっていうのはやっぱ自分の責任でもあるから、試合運びであったり、その手前の雰囲気であったり、少なからず影響はあるかなって思うから。みんなそうだと思うんですけど、9割苦労して1割ぐらい成功するみたいな、その1割のことに頑張るんですけど、自分の中では結構頑張ってるつもりだったっていうか、もう今思えばそれは練習だけじゃダメだよねっていうことも全然思うし、練習があって、じゃあその練習をどう生かすかがもう手前からその試合は始まってるわけで、朝起きた時から始まってるし、はたまたその寝る時からもう始まってるし、練習が終わった直後からやっぱ始まって、その後どう過ごしてるかっていうのがすごく反映されるんじゃないかなと思って。いやめっちゃ勉強になりましたね。一緒に戦ってる選手たち、実力もすごいし、やっぱりその本番に決める力っていうのもみんなすごくて、やっぱそこまでそれだけの思いも絶対あるからそこで立ててるわけだし、身近で言うとね、レイラ選手なんかね、あんなボッコボコに公開練習やられてて、本番バチンって完璧に決める、本番力ね、あれはやっぱりそばにいてもね、度肝抜かれるよね。いやあれはすごいですね。なんかレイラちゃんは全然こける気がしない。本番でね、経験から来るものであったりとかもあるし、持っていき方もやっぱ自分の中ではやっぱ分かってるし、やっぱゾーイ選手もね。いやもう彼女は素晴らしいです。素晴らしい。なんでそういう順位が取れるかはすごい分かる。そしてアナ・ガッサ選手。You're back 14, so you just no speed, right? Right, not enough speed. Come here. You're one of the best. She's one of the best. Yes, best. いやもうあの方はもうあの人のおかげで自分が今成長できてるっていうのもすごいある。その後アスペンが同じ会場であって、でスロープスタイルがダメでした。そんなこと言ったら毎回緊張で終わるかもわかんない。そうなんか持ってきた方がわかんないっていうか、どんどんやる気なくなっちゃう。そういうの良くないと思うけど。負けてもいいんですよ。全部の負けには意味があるから、それで積み上げればいいじゃんっていう、割とちょっとサイコパス的なところもあるんですよ。泣いてても何とも思わないとか、だってできてないからやってないしみたいな、だからそんなもん当たり前でしょって思うんだけど、コットンマリー選手に対してはもうありとあらゆる手を尽くして一生懸命やってるのに、こんなにみたいな言い訳ができないぐらい一緒にやってるもんね。大体はやっぱり練習量が少ないからしょうがないよねとかって思っちゃう。いやでもみんな頑張ってるんですよ、うちの選手は。だけどマリ選手に限ってはそこも全部排除した上で、全部一緒にやってくれて、こんなにやってんのに勝てないって言ったらね、弱ったね、あの時はね。物事うまくいく秘訣は、うまくいくまで諦めない。うまくいくまでやり続ける。これも何でもそう。もううまくいくまでやり続けたもんがうまくいくから。いやもう全然そこだけ持ってれば、こんだけうまいんだから、絶対うまくいく。とりあえずうまくいくまでやり続けよう。とことん付き合ってあげる。諦めなければ絶対についてくる。とことんやりきろう。あの時の振り返りでハッとしたところがあったんですよ。スロープスタイル、次へ次へつながっていかなきゃいけないんだけど、ちょっとのミスを引っこずるんだなっていうのをすごく感じたんですよ。1個目のレールでちょっとここ落ちたっていう、そのちょっとのミスを大きいものと捉えて、もうそれが次へ次へ
どんどん負の貯金を貯めながら滑ってんだなっていう、不安を貯めながら流してんだなっていうのがすっごくよく分かって、会話してる時にめっちゃ完璧主義者だから、だから一発のビッグエアが強いっていうのはもうその完璧を求めて一発にドーンっていく、次ないから。だけどスロープの場合はちょっとミスして、うわやべやっちゃったって思って次行ったらまたちょっとずれて、うわもうダメだ、どれだけちょっとミスしてもつなぎきるかで、やっぱ次にやる2本目とかに影響が出てくるから、うわやっちゃったダメだって思って2本目に入る。さあ流し切ろう。 OK 頑張ろう。いけるぞ、決めてこいで。さあマリいけるぞよっ、カメロいやでも頑張れ。いや1個目のアイテムから2個目に行く時にそうなってたらもう当然難しいよね。ここターニングポイントだなっていうふうにはね感じました。あ、ここだってここがツボだっていうマリ選手にとっても。でもすぐ復活しました。すぐ練習しますね。すぐ練習したでしょ、はい、中国にすぐもうセッティングしてすぐ行ってめちゃくちゃ練習したよね。辛いな、またやってくれて、そこからダイレクトでカナダカルガリーに行きます。さあマリちゃん優勝しました。いやそこのカルガリースロープスタイルでなんと初優勝。自分が納得しきったらなんではないんですけど、嬉しいっていうのもあるけど、やっぱり安心したっていうか、今まで4回ぐらいも負け続けてきたから、まだその戦える場所にいたんだなっていうふうに、安心したというか、嬉しかったよね、はい、すごいね。私も嬉しかったですね。やっぱりちゃんと中国でやった成果、そこだけじゃなくずっと積み上げてきたものがあって、乗り越えての優勝だったから、安心してる顔、嬉しそうな顔を見てやっぱ安心したし、課題とするスロープスタイル、少々のミス関係なく強気で絶対行かなきゃダメだっていうね。1本目のミスを引く点数出なかったもんね。出たけど表彰台から外れてたもんだけど、2本目にポジティブに一個一個のアイテムをね決めきってね、逆転優勝だったから。スロープスタイルへの意識の変え方っていうか、スロープスタイルは一本流し切ることが、流し切ってその競技引きずらない、引こずらないっていうのを頭に入れながらっていうか、それが変わった点かなって思います。話はちょっと戻っちゃうんですけど、シャオミン常に一緒にいるじゃん。彼もやっぱり足首怪我して痛み止め何錠も飲みながらやって頑張ってきて、ものすごく辛いシーズン過ごしてきてるじゃないですか。 But you just have to like take it. The whole like China giving you like a chance to grow up. I know it's so sad, huh? Just too big. A hard time for now, and a good time in the future. So that's why. Good to go? Yep. Okay. Y'all. Yep. Yep. Shot. Okay. Go. Thank you. So good. This is really my lowest in my life, like so bad. But like, thank you for being my side to help me break through, you know. アスペンのスロープスタイルで2位だった。であそこを身近で見てて、ああいうのってどう感じる？シャオミンはその結果っていうよりは、そこまでの練習が一番リスペクトできるっていうか、どんな状況でもめちゃめちゃ頑張るし、自分が今まで見た中で、一番その練習への熱がすごいというか、常に変わらない、ずっと高いところの努力をずっとするっていうのがリスペクトできるところ。大会一緒に回っててさ、全然結果出てない時とかあるじゃん。練習めっちゃしてんだよ。ここまですごい人でもやっぱり
苦労する時は絶対あるんだなって思います。それをこう間近で見れるのはいいよね。彼はもう大成功を収めてる中の一人だからね。だけどあえて泥臭い練習をずっとするわけじゃん。あれはいいよね、一緒に練習してて。泥臭いけど毎回その楽しんでるし、毎回その一定の高い位置にいるから、その練習の質がそうだね。実際は泥臭いけど泥臭く見えないっていうか、華麗ですね。はい、華麗な感じですね。練習までも練習も華麗だし、まあ本番も華麗っていうか。やばいね。でそして我々は、オーストリアのフラッハウ、でここでスロープスタイルの最終戦になります。結果は3位表彰台。これまたね、これ決勝がなかったんですね。なんで、まあ他の大会に比べたらやっぱり思い入れとかもなかなかないんですけど、この大会の前もやっぱり中国に練習しに行ったので、そうだったっけ？はい、まあ、そういうところが良かったかなっていうふうにも、まあ、思いますし、決勝がないくてやっぱり表彰台に乗れるっていうのは、まあ、実力でもあるけど運も回ってきたというか、まあ、それまで、まあ、練習してきたから、まあ、ちょっと神様がね、助けてくれたっていうか、ちょっといい位置に立たせてくれたのかなって、そうだね。思いますね。それが終わってね、総合の表彰式がビッグエアの総合2位、スロープスタイル総合4位含めて全体のフリースタイルの中でミーヤ選手に続く2位でした。It's Mia Bro! そこの辺の気持ちはどうですか？悔しいです。この大会で、まあ、2位だったから悔しかったっていうのはあるけど、やっぱり総合で見た時の2位だったんだなっていうふうに思うから、やっぱりその2位っていう悔しさは個々の大会の時じゃなくて、やっぱりこの総合だった時にめっちゃ感じました。悲しいとかもあるじゃなくて、もう悔しいですね。いや、そこは素晴らしい。最後、世界選手権、もうシーズン総括するオリンピックの1個下に格付けされる大会。最後の大会でもあったので、まあ、それもあってやっぱり気合いも入ったし、やっぱりここでいい締めをしないといけないっていうふうには思ってました。下まで。はいよ。結果4位。そうです、まあ、自分の人生の中では一番うまくできたなんだったんですけど、まあ、それでもやっぱり他の人たちよりは劣らないところがあったし、うまくはできたけどよく考えればやっぱり足りないところは絶対確実にあったわけだから、何が足りないかも分かったし、でもそれでも自分のやりたいことができたこともあったから、すごい濃いスロープスタイルだったのかなって。全てのことが、まあ、あったっていうか、そうですね、いいことも悪いことも全てが詰まった大会だった、まず失敗だと思ったのは、フラットダウンで最初の方は良かったから、これでいけるって思ってて、でどんどんできなくなっていったっていうあれでは、まあ、計算しきれなかったですけど、まあ、そこは全部試した方がいいなって思いました、全レールを。だからそれを今俺は聞けてすっごく良かったなと思ってスロープやってる時はいろいろやっぱ試した方がよくて、一番ハマりやすいところにレールは時間を割いてやればいいなって思うんだけど、複雑だったもんね、あれね、一個一個が。やっぱキッカーは、まあ自分から誰よりも最初にこれやりたいとか思うんですけど、やっぱレールのところはやっぱ他の選手がやってる様子見してみたいなっていうところが結構あるから、まあ、そういうとこもダメかなって思いました。そうだよね、ちょっと弱気だよね、やっぱレールに関してはね、だけど今ね、やっぱあの時振り返っていろいろ入るのが良かったなって思うのが聞けたのは大きな10歩ぐらいかなっていう。
今ね思うから、あれは負けでよかったよね、4位でね、そしてビッグエア銅メダルでした。前半のテーマチャレンジ失敗してもいいところからここは打って変わって置きに行ってもらったんですよ。置きに行ったのが事実なんですけど、やっぱり置きに行かざるを得なかった自分の何だったんだな、その1本目とか2本目が。Dropping in from Japan. Here we go, switch backside. Double 10. Slow down. 置きに行くっていう選択を考えさせるランだったっていうそこがまず悔しいですね。その結果、練習からもあまり良くなかったし、昼間に結構違う機会練習してたんで、ちょっと悔しいっていうのは結構ありますね。飛びやすいジャンプ台に対して飛びにくいジャンプ台、感覚なんかなかなか合わないんですよ。だけど何が大事かっていうと、そこに向かって一生懸命いいジャンプ台でやって狙った技をやりに行くっていうと、ものすごい経験値が上がるから、だから空いてる日とか言って練習したのは休まないでやるっていうのは、長いキャリアの中であの時の選択肢は今でも良かったかなと思ってて、これはもう絶対その後につながる。でそれでいって最後置きに行ってもらって1080で、こっちとしてはハッピーだったんですよ。必ず表彰台に2人に乗って帰ってもらうっていうのが最大のテーマ。オリンピックイヤーが近づいたこの瞬間の世界選手権はもう一つの答え合わせみたいな場所だから、必ず結果を持って帰るっていうね、そういう場にしましたね。はい、来年ビッグイヤーですよ。8ヶ月後にはいよいよ人生初のオリンピックを迎えます。まだ確定してるわけじゃないんで、やっぱり慎重にいかないといけないっていうのと、初めてのオリンピックなんで、未知なものなんですけど、ありがたく先輩がいるんで、話を聞きながらやっぱり全然違う舞台っていうか、やっぱり人生に関わるものっていうか、人生を左右しやすい大会なので、そこでやっぱり親とかであったり、やすさんであったり、周りの人たちを笑顔にしやすい場というか、一番その分かりやすい場がやっぱりオリンピックなので、やっぱそこで自分のやってきた努力と周りの人がやってきた努力と、やっぱり見ている人の応援であったり、そういうのをそのオリンピックでその出せたらいいなというか、みんなでやってきたものを出せたらいいなって思います。頑張ろうその大会で号泣をしたい。そこで勝ったらもう初めて喜び泣き、本当だよね、嬉し泣きできるんじゃないかなって思うんで。そうだよね、嬉し泣きしたいってことですね。そうだよね、はい。これはね、いろんな流れはあるんですけどね、オリンピックに向かってはね。でもやっぱりまず心身ともに健康で辛いこともたくさんあるんだけど、楽しくメダルの色にはねこだわらないで、本当にそのいい滑りができるようにね、もう粛々と淡々と積み上げていくだけかなっていうふうに思うし、考えてよく考えて抜いて練習してもらって、オリンピック手前にある試合もね、いい生産的なものに変えていって、最後ね大舞台でねすごくいいパフォーマンスしてくれればいいなというふうに思いますね。どういう結果になるにせよ、やっぱりかなり影響力を持っていく選手にこれからどんどんなっていくと思うので、どんだけ成功しようが、またどんなに別に失敗しようが、いい人間性を持って周りの人を大切にして、一その後だとして素晴らしい選手になってもらいながら、たくさんのいい影響をね与えていってもらえる一人の人間になっていってほしいなというふうに、そんな思いでございますね。すごいやってますよね、一生懸命ね、マリさん。いやじゃあまだ足んないの結構厳しく感じる時はありますか？はい、ありますね。ありますか？はい、怒られてる時の心境は最悪なわけですからもちろん怒られてるわけですから。そうですよね。でもその終わってからだと、全然その怒られてる内容は納得するし、無駄な怒
怒られ方はしてないかなって思います。よかった。ギリギリっすよ。本当にもうなんだろうな、でも起立っていうのはやっぱりどう見られてるか、周りから世間から一般の人と違ってやっぱ表に出ていく人だから、だからそういう意味でここちょっと足りないんじゃないっていうところはちょっときつめに言い過ぎちゃうところもあるのかなと。厳しいって言ってましたね。厳しいです。いやめちゃくちゃ頑張ってるよ本当に。マリさんは誰よりも練習してるしね、はたまた別に誰よりも練習してるからって本当にいい結果がついてくるなんて保証は一つもないですからね、本当に。やっぱ時の運でもあるしね、何か運命的なものでね、勝たせてもらえたり勝たせてもらえなかったり、足りてる時もあれば足りてない時もあるっていうね。だからスノーボードというか、人生面白いよね。さあここでいつも応援してくれる視聴者の皆様へメッセージをいただけたらなと思います。やっぱり直接会えるわけではないんですけど、やっぱりコメントとかを見るとやっぱり本当に言ってくれてるような感じで、すごい気持ちもすごい伝わってくるし、そんな人たちのためにやっぱり頑張りたいってすごい思えるんで、やっぱりこれからもこの YouTube を見てもらって、そうですね、みんな一つのチームになれたらいいなって思います。ありがとうございます。今回は2024年2025シーズン深田真理選手と振り返り動画をお送りしました。この動画が良かったなって思った人はぜひ高評価と、チャンネル登録お願いします。久しぶりにこれやったな。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。終わりでございます。ありがとうございました。ありがとうございました。疲れたんだろう。絶対疲れたんだろう。疲れたよね。最初こんな感じしてせよかったのに最後。なってたね。疲れるよね。何分撮った今？もう10時だよ。やばい。